身長富士スイミングクラブの江澤です。皆さんが泳いでいる時に手を水の中に入れる角度を気にしたことはありますか？この角度によっても一かきで進む距離が変わるんです。手を水の中に入れる角度によってどのような違いがあるのか一緒に確認をしていきましょう。手を水の中に入れると手の周りには空気の泡ができます。手のひらで水をかいて前に進むためには手のひらで水を押さないといけません。しかし手の周りに空気の泡ができてしまうとこの泡を押すことになってしまって水を押すことができなくなってしまいます。そのため手を水の中に入れるときは空気の泡ができないように水の中に入れていくことが必要になります。ポイントは水面を叩かないことです。水面を叩くように水の中に手を入れてしまうと手と一緒に空気も水の中に入っていくので手の周りに空気の泡ができてしまいます。そのため手を水の中に入れるときは水面を叩かずに空気の泡が手の周りにできない角度で入れていくことが必要になります。手を水の中に入れる角度は最初は45度ぐらいを目安に行ってみてください。この手を入れたところに45度の角度で手の先から順番に肘、腕、肩と入れるようなイメージで入れてあげると空気の泡ができにくいです。ただ体の筋肉量や腕の長さなどによって個人差があるので最終的にはこの角度というのを微調整して泡ができにくい自分だけの角度というのを見つけて入れられるようにしていきましょう。手の周りに空気の泡ができる原因はこの角度以外にもあります。それは手を回す速さです。前で伸びをとって水をかくときは手を入れたときに空気の泡ができたとしても伸びている間に空気の泡がなくなってしまいます。しかし速く泳ぐときなど手を速く回しているときは空気の泡がなくなる前に水をかく動作が始まるので結局空気の泡が水を押すことを邪魔してしまうので速く回しているけれども進まないという泳ぎになる可能性があります。そのためゆっくり泳ぐ時も速く泳ぐ時もどの角度で手を入れたら自分自身は手の周りに泡ができにくいのかというのをしっかり把握していくことが必要になります。この泡ができにくい45度ぐらいを目安とした角度で手が入れられるようになる練習方法としておすすめなのが指先を水面にすりながら泳ぐフィンガーネイルスイムです。このフィンガーネイルスイムは肘を曲げて指先をすることに意識がいきがちですが大切なのは腕の力を抜いた状態で手を前に戻すことです。肩を大きく動かして脱力をします。そうすると肘が曲がって自然に
水面に指先を擦れるようになります。その後は肩の動きに合わせて力を入れずに前に手を伸ばすと、先ほどの45度ぐらいの角度で手を水の中に入れることができます。これを手に力を入れて45度というような形で入れると、深く入ったり浅すぎたり抵抗が増えたり、あまり良くない角度で手が入るようになってしまうので、まずはしっかり力を抜いて入れるというところをポイントに練習を行ってみてください。ただ、脱力といってもなかなか思った通りに力が抜けないという方もいると思います。脱力で大切なのはその動きに慣れるということです。何回も練習を繰り返して無駄な力が入らずに泳げるように練習を頑張ってください。今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。